PTA 鳥チャンネル、ここでは素朴な疑問について、少し紐解く時間を、取りたいと思います。今日はですね、その中で、フルサービスキャリアというふうに呼ばれているもの、あとは LCC と呼ばれているもの、またその中間に位置する、スカイマークとかも含めた、中間のエアラインの違いというのを、ちょっと簡単に説明していきたいと思います。よく皆さん、フルサービスキャリア、いわゆる大手航空会社と呼ばれるもの、日本の国内で言えば ANA や JAL が、それに該当すると思いますが、それと最近では LCC ということで、ピーチとか、ジェットスタージャパン、あとはスプリングジャパン、国内線だと3社ありますし、あと国際線も、ピーチとか、ジェットスタージャパン等も飛んでますし、あとはジップエアとか、あと海外でも香港エクスプレスとか、いろんなチェジュ航空とか様々なエアアジアとか、航空会社がありますが、じゃあ、根本的にちょっと何が違うのかということで、ちょっと学校の授業のような形になりますけど、少しちょっと解説をしていきたいと思いますが、まずだから、まず、フルサービスと LCC の違いってもちろん価格が一番違ってくると思います。同じ区間であっても、LCC だったら、国内線で1万円以下で買えることも多いですし、もっとセールが出ると、1000円とか2000円とか、そういったような、セールというのもあります。ただ、LCC で気をつけなければいけないのは、出てきた表示の金額だけでは乗れないことが多いと。実際に、荷物も預ける場合には1個目からお金がかかりますし、もしくはその、パッケージというのが、荷物とあと座席指定がセットになったパッケージがあるのそれをつけるということもできますけど、基本的には全て、上積みされるのと、あと、最終的に決済するときにクレジットカード、もしくはコンビニエンスストア等で払いますが、必ず支払い手数料というのが、400円とか500円とか、かかってくるという。なので、最終的な金額が、最後全部、オプションとかも入れないとわからないっていう、デメリットがある一方で、逆に ANA とか JAL、国内線の料金とか検索をすると、もうそこに出てきた金額が最終的な支払い金額になると。12,300 円とかって言ったら、そこには、羽田とかの空港の施設の利用料というのが最近一部取られるところありますけど、そういったのも全部含めた金額ですし、あとカード決済するときとかも追加のお金が払わないですし、あと荷物も、国内線であれば20キロまで、無料ですし、座席指定もできるという、そういったところも含めて全てがトータルになっている、分かりやすくはなっているというのが大手の違いなのかなというのがあります。で、それとあと、これは皆さんもご存知ですけど、LCC は、日本においては、東京ですと原則成田空港からの出発、ANA JAL は羽田からの出発になりますし、大阪も伊丹空港は ANA JAL ですし、LCC は関西空港からというところも、あったりとか、あとターミナルも、関西空港とか、成田空港ではLCC 専用に近い、ターミナルがあったりとか、あとそうじゃない空港でもゲートが端っこであったりとか、そういったところも含めた、利便性の部分がありますし、あとはそのチェックインの時間が1分でも遅れると、NHR もちょっと載せてくれないことも多いですけど、その厳密度っていうのは非常に高いですし、あとはその一番LCC のデメリットの部分で言うと、遅延をした時とかに、その自社内の便に振り替えるか、もしくは、払い戻しをするかというふうになるんですが、その自社便への振り替えが大手に比べると便数が少ないので、希望の便に変えられなくなってしまうということもありますし、やっぱり大手よりも遅れる率というのも、多少あったりとかも、そうですし、やっぱりその何か起こった時に、というトラブルの時のやっぱりお金がかかってしまったり、時間が、予定通り帰れなくなってしまうリスクであったりとか、そういったところの部分っていうのはやっぱりこれは大手の方がいいかなというところもありますので、例えばね、行きだけ、LCC で行って帰りは、ANA JAL で帰ってくる。僕も一時期よくそれをやってたんですが、行きは万が一行けなくなれば、
そこでちょっとANA JAL の株主優待とか使って違う手段で買うか、もしくは行くのをやめればいいですけど、やっぱり現地に行って特に帰れなくなるっていう、その戻ってからすぐ予定なければいいんですけど、すぐに予定ある場合とかっていう時なんかはやっぱり大手の方が良かったりとか、そのあたりをやはり、上手に使い分ける必要がありますし、あと、でもやっぱり LCC って本当に高速バスみたいに、安い金額で乗れる。もうこれは最大の魅力です。どんなこと言っても、やっぱり安さという大きな武器があるし、安いからといって安全性は全く手を抜いてませんので、そういった部分っていうのは心配ないんですが、ただやっぱりギリギリでやってるので、折り返し時間、前の便がついてから次の便出るまでのその時間も短く設定してたりとかで、やっぱり遅れるリスク等はありますけど、でもやっぱり価格としては非常に魅力的ですというところはあると思います。あと気をつけなきゃいけない点としては、LCC は原則30分前に国内線チェックインの締め切りですけど、大手はやっぱり20分前っていうのがあるので、その部分っていうのは、言えるということと、それと、さっき話したちょっと中間エアラインというところで言うと、スカイマークとか、あとエアドゥとか、ソラシドエア、スターフライヤー、いわゆる羽田を発着する、航空会社でありながら、ちょっと大手よりは値段を少し安く設定してたり、オリジナルのサービスとかオリジナルの運賃を出していくというところがありますが、ここの違いは、これは僕個人が思っているところですが、実は Wi-Fi があるかないかという。LCC は基本的に今日本飛んでいるものは Wi-Fi はないです。海外に行くJAL がやっている ZIP-Air はWi-Fi 無料で使えますけど、国内線の LCC に関してピーチ、ジェットスター、スプリングジャパン、Wi-Fi が使えないです。で、ANA JAL の便は今ほとんどの便で Wi-Fi が無料でできるので、飛んでる最中もメールチェックとか、LINE とか、そういったものは、できますけど、ただ、さっき言ったスカイマークとか、ソラシドエア、エアドゥ、スターフライヤー、こういった航空会社、実はオリジナルのサービスで、飲み物とかも提供あったり、スカイマークは100円で買えますけど、そういった形でいいんですけど、唯一の違う部分の大きなところで言うと Wi-Fi が使えないということと、あと上級会員の制度があまりないので、ラウンジ利用っていうのは基本的にクレジットカード会社の利用になりますけど、ただやっぱり、羽田から行きたいという方にとって、特にスカイマークなんかは、かなりそういった層を取り込んでいるというのもありますので、そういったところで言うと、今回言ったフルサービス、それから LCC、その中間にあるこの中間のエアライン、こういうのを上手に活用することで、旅が、より効率的に、なっていくのかなと思います。あとマイレージの部分もやっぱり大手はしっかりありますけど、中間エアラインはそれぞれ独自のポイント制度を設けている会社もありますけど、ただ路線が少ないのでなかなか貯めにくいっていうのもありますので、やっぱりマイレージ重視の人は、大手の航空会社、もしくはソラシドエアとか、エアドゥ、スターフライヤー、ANA とコードシェアもしているというのもありますので、そういう場合はそっちの ANA の方で航空券を買うと、ラウンジとかも使えるっていうとか、マイル貯められるとかもありますので、そういったところ、コードシェアの便の場合は、両方のホームページで見て、料金を見て、その差額と、その辺が見合うかということ、ありますけど、で、中間エアラインは荷物も無料で預けられますし、座席指定も、無料でできますので、本当中間という、ところがあるので、上手に使い分けていただければなというふうに思います。ちょっとこの、動画の、コンテンツの中で一部こういうノウハウ系のものを、私も普段大学で講義してますけど、少しちょっと大学の授業風に、あとかつちょっと映像でやってますけど、ちょっとラジオ風に喋りを中心に展開していきたいと思ってますので、こちらも定期的に、通常のニュースと、共にアップしていきたいと思いますので、ぜひご視聴いただければと思います。今日はどうもありがとうございました。